皆様、本日は、こちらの、ナスを使って唐揚げにしていきたいと思います。めっちゃ美味しいです。ではやっていきます。まずナスはヘタを落とします。これはね、いつも通り、全部ちょっとナス全部ヘタを落としていきます。今回ナスはね、8本用意してるんですけども、8本ペロリです。じゃあナスこうやってヘタ全部取ったら、あとはこれはもう乱切りです。よいしょ。あ、待って、こうやった。で、これナスはもうね、洗ってるんで。はい、こんな感じで。バランスよくこのね、断面の部分から、下味をね、吸ってくれるんで、いい感じにね、表面積を増やしてあげてください。はい、こんな感じで。でね、これは多少大ぶりに切っても、全然火も通りやすいし、鶏肉とかと違ってね、中まで火が通るかなみたいな心配も特にないので、はい、ナスカット終了。そしたら下味どんどんつけていくんだけど、まず最初にごま油からやっちゃいます。ごま油を大さじ1杯入れます。で、風味付けもあるんだけど、最初にね、これやって、あえておくと、変色予防とかにもなるんでね、色が綺麗なままできるので、まずちょっとごま油だけ最初入れて、大さじ1杯です。で、ちょっとあえて、コーティングしときます、油で。もうね、今のこの短時間で結構ね、ナス、色が変わってきてるんで、今回水にさらしたりとかもしないので、まず最初にちょっと油。こうするとね、仕上がりが綺麗になるので。結局衣をつけるんだけど、それでもね、少しでも。で、ちょっとナスをごま油でね、コーティングしてあげたら、あとはもうどんどん入れていきます。まずお醤油。こちらを大さじ2杯入れるんですけれども、まず大さじ2ですね。で、最近ね、しゅんちゃんは結構動画上げてくれてるんだけど、で、こちらナンプラーですね。こちらを今回追加しようと思ってるんですけど、すごいね、深み、コクが出るので、で、もしナンプラーがない場合は、醤油をもう大さじ1杯入れてください。なくても大丈夫。ただ、今回はナンプラーを大さじ1杯入れて、よりね、味にコクを出します。で、みりん、大さじ2杯。で、今回お酒は入れないです。特に臭み取りとかもないので、みりんに十分ね、お酒もアルコールも入ってて、あと甘みも追加できてコクも出るので、みりんを大さじ2杯。で、チューブでいいので、ニンニクと生姜。これを小さじ2杯ずつ。匂いが気になる方とかは、ニンニクはなくてもいいんだけど、あった方がね、やっぱり、美味しく病みつき度合いは上がるので、おすすめです。はい、で、生姜。生姜はね、どっちにしろ入れてね。で、フレッシュタイプのね、生の生姜とかをすりおろしてくれても、そっちの方が香りはすごい強くなります。どちらでもいい。ただチューブでも十分美味しいので。で、ここにあごだしを小さじ1杯ほど。殿下の方とあごだしです。で、今回はね、このあごだしのトビウオですね。の魚介の旨味とナンプラーのね、魚醤の魚の旨味追加で最高です。こちらの黒胡椒ちょっと今ね、電動のやつに入ってなかったから、こちらの手動でいきます。で、お塩は醤油とかで十分塩気追加されてるんで、胡椒だけで大丈夫です。はい。ちょっとたっぷりめの胡椒。そしたらこんな感じでね、調味料全部入れたら、しっかりと揉み込んで、味なじませます。もう、こっから香りがいい。いい香りだね。今すごいニンニクのファってきた。で、これやってる間にね、油をもう温めといてください。で、今回ね、結構高温で一気にサクッと揚げちゃうので、170度ぐらいまでは油の温度上げて。もちろんね、揚げ焼きでもいいんだけど、慣れてない方は、たっぷりの油で揚げる方が、失敗はしないです。揚げムラがね、出ないんで、あと揚げれて気持ちいいんで、たっぷりの油の方が。オッケー。じゃあこんな感じでしっかりと、ナスに色味がついたね。そしてちょっと放置して、その間に衣を作っていきます。では、衣なんですけれども、こちらの片栗粉と小麦粉2つとも合わせていきます。で、割合は2対1。片栗粉2の小麦粉1の割合でやるんだけど、片栗粉だけでもね、サクサクっと綺麗に仕上がるんだけど、お弁当とかに入れる場合だと小麦粉入れてる方がね、時間が経っても美味しく仕上がるので、
揚げたてはもちろん片栗粉のね、サクサク具合は最高なんだけど。はい。大さじ、ちょっと今回ナス多いから、わかりやすいように、2対1だから、こちら大さじ6杯片栗粉入れて、で、小麦粉大さじ3杯入れます。2対1です。小麦と片栗粉、2対1の割合で。そしたら混ぜ合わせてね。ふるいにかけるとかそんなことはしなくていいので、もう大雑把でいいです。そしたらもう、ナスはね、結構この断面図、吸ってくれるんで、下味。そんな長い間つけなくて大丈夫なので、もう、衣つけていきます。下側がね、すごい使ってるから、ちょっと下のを上に上げて、つけていきます。で、メインはこの断面のところにつけていく感じで大丈夫です。皮の部分もね、薄くついても全然大丈夫なんだけど、仕上がりをね、考えると皮の部分が薄い方がね、色合いが綺麗になります。なんで、断面にしっかりと衣をつけていくっていう感じで、で、僕のね、揚げ物、いつも通り、ちょっとつけたらしばらく放置して、なじませます。水分をね、浮き上がらせて、そしたら衣が剥がれづらくなるので。ほい。ただもう今日は量が多いね。では、ナス8本分、全部衣つけ終わったんですけど、本当にね、小麦粉とかの量もぴったりぐらいだったんで、こんな感じで、わかるかな？水分が表面に浮いてきてね、白かったのがだいぶ滲んでるので、こうなったら揚げても大丈夫なサインなので、では揚げていきます。はい。では油の温度、170度ちょっと超えてるぐらい、入れたらね、温度が下がるんで、170キープできるぐらいの温度にしたいので、180近くでも大丈夫です。油の温度。そしたら揚げていきます。ちょっと今ちょうど180ぐらいなので、一旦火を止めてたんだけど、そしたらこちらのナス入れていきます。GO！約ナス2本分ずつぐらいかな、入れれても。皮の部分はね、ちょっと剥がれやすいと思うので、ペロッと剥がれるかもしれないんですけど、逆にこのね、ナスの紫の部分がすごい綺麗に映るので、全然大丈夫。気にしないで。めっちゃいい香り。で、もうだいぶね、衣がだいぶ固まってるというかね、剥がれづらくなってるので、そしたら、こういう穴開きお玉みたいなのを使って、ちょっとね、空気に触れさせつつ、揚げていくと、カリッと仕上がります。で、揚げ時間は本当もう色合いで判断してくれて大丈夫なんで、はい、じゃあこれくらいもういいカリカリ具合になったら取り出しちゃいます。さっと揚がりますね。で、あとはね、本当もう余熱で中にしっかり火が入っちゃうので、で、二度揚げとかはね、鶏肉とかと違ってしなくてもいいんだけど、もしね、水分があんまりにも表面に浮いて、へにゃっとしちゃうと二度揚げした方がいいと思います。はい。で、大体約1分ぐらいですね。揚げれば大丈夫です。いい感じに。このね、皮目のテリテリのツヤツヤ感と、この断面のね、サクサク感を。もう触ったらね、結構硬くなってサクッとしてるなっていうのはわかるので、はい。そしたら、こちらも取り出しちゃいます。一応ね、全部揚げ終わって、1段階目のやつがやっぱりちょっとだけね、水分が出てきちゃったので、もうこの状態でも全然美味しいんですけれども、よりサクサクで食べたい場合は二度揚げした方がいいかなと思うので、一応今回二度揚げしておきます。いきます。今180度ちょっと超えてるぐらいの温度です。ただそんなめちゃくちゃパチパチとは言わないね。ただもう色づきも多分相当早いので、もうさっと揚げちゃいます。もう表面の水分が飛べば大丈夫。もう30秒ぐらいでいいかな。はい、じゃあこんなもんで揚げちゃいます。いい色づきです。いいね。やっぱこの断面のところが今すごいもう触ってわかるサクサクです。はい、 OK。 じゃあ一応ね、こちらの二度揚げをした上で実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。はい、乾杯。冷て。いただきます。
ナスはトロトロなんだけど周りがサクサク、最強ですね。うまっ。めっちゃ味染みてるし、めっちゃうまみがめちゃくちゃうまい。いやほんと味付けが抜群だわ。もう鳥肌立ってる。もううまいよね。ちょっとマヨ、七味マヨをね。はい、優勝。うまっ。この時期は正直鶏の唐揚げよりもこっちの方が進むよね。もういくらでも食べられるわ。うまい。揚げ時間が短くて済むっていうのがね、楽だしね。あとね、やっぱね、ナンプラーマジですごいっす。もう、旨味がわかる。この間の、その、大葉ナス作ったことがある方なら、多分食べた瞬間、あってなると思う。これこれって。もうね、旨味っていうかね、そのね、やっぱね、すごいんだよね、本当に。本当に漬け込んでる時、揉み込んでる時は結構ナンプラーの香りするんだけど、やっぱね、もう火を通しちゃうと、香り、結構独特な香りはなくなっちゃっての、もう旨味だけ残るって感じ。うますぎ。8本とかマジで秒なんだけど。揚げたて食べたらもっとすごいと思うよ。だからいつも言ってる通りね、やっぱね、作ってる人のね、特権じゃないけども、開けた瞬間に味見できるから、作ってるね、お母様方とかはね、もうまず自分だけでも、まず1個食べてほしいね。すごいから。本当に美味しいから。揚げたてマジ最強だからね。ということで、本日はですね、とっても簡単にできるナスのやみつき唐揚げをこうちゃんに作っていただいたんですけども、やっぱりこれはね、本当に美味しい。もうね、旨味めっちゃ吸ってるから、ナスが。で、衣もね、こうちゃんの揚げ方でやると、本当にね、サクサクなんですよ。本当時間が経ってもサクサクでめちゃくちゃ美味しいので、ぜひね、皆さんに作っていただけたらなと。もう小さいお子さんもね、喜んでいただけると思うんだけど、お父様方にもね、夜ね、ビールのおつまみには最強だと思うんで、ぜひ作ってみてください。ということで、本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。